のささやきの朗読や夜の国道は雪の反射で柔らかく明るいはずなのに、その日は妙に濁った白さをしていた。車内の暖房は効いているのに、耳だけが外に置き去りにされたように冷たかった。深夜1時、仕事帰りの参道。真冬の気温は0度を優に下回っていた。路肩に差し掛かった時、ヘッドライトの端に何かが沈むように浮いていた。最初は雪かき用のポールかと思ったが、近づくにつれ、それが古いロングコートを着た人物だと分かった。向こうを向いたまま、まるで立ち尽くした氷柱のように微動だにしない。減速すると、ゆっくりとその背中がこちらへ角度を変えた。だが正面を向いたはずなのに、顔がどこにあるのか判別できなかった。髪も肌も見えない。首の位置にコートの襟だけが異様な厚みで重なっているように見えた。通り過ぎざま、思わず後ろを確認した。ライトに照らされた路肩には、雪の上に深く沈んだ足跡が一つも残っていなかった。あれだけ長く立っていれば、靴底の跡くらい残るはずなのに。アクセルを踏みながらも視界の隅に残る。ルームミラーに映るはずの路肩には、まだそれがいた。だが先ほどよりわずかに近い気がした。ミラーを二度見した瞬間、呼吸が止まった。コートの人物がこちらへ向き直っていた。照明のない闇の中、輪郭だけが濁った冬空に溶け込むようで、距離感が全くつかめなかった。ただ一つだけ確かなのは、雪の上に何も残していないことだ。山の出口まではまだ十分ある。もし再び視界の前に立たれたら避けようがない。指先がじんじんと冷たくなる。暖房は効いている。それでも妙に体温が引き抜かれるような外気の冷たさが運転席まで入り込んでくる気がした。あれは人じゃない。そう思った瞬間、後方でタイヤが雪を踏むようなかすかな音がした。だがアクセルは踏み続けている。減速なんてしていない。車の真後ろで誰かがついてくるような感覚だけが妙に鮮明だった。出口のカーブが近づく。ミラーを見ないように必死に前を向いた。なのに視界の端にコートの影が入り込んできた。まるで雪の中から直接湧き出したみたいな距離で。国道の出口へ差し掛かるカーブは
普段なら軽く減速するだけで抜けられる。だがその夜ばかりはどれだけスピードを上げても背後に張り付くような存在が離れなかった。車内の空気が急に重くなる。温度ではない。肺に入ってくる息が妙に薄くなり、肩が勝手に震えた。窓ガラスの外では雪が強まり、視界を白い線で乱していく。カーブの終わりで道路が一瞬だけ開けた。その瞬間、ライトが前方の路肩を照らした。空気が止まった。そこにいた。コートの人物がまるで車を待つように先回りをして立っていた。顔の場所にはやはり何もない。ただ折り返された襟の間にできた影が深すぎる穴のように見えた。ハンドルを切る手が汗ばんだ。避けて通るには距離が近すぎる。雪の照り返しでその輪郭だけが浮き上がり、こちらに寄るように見えた。その時、車の外からポンと軽く叩かれたような音がした。ドアでも窓でもない。もっと近い。まるで車体と自分の皮膚の間に入り込まれたような嫌な距離感。わずかに顔を向けた。すると運転席の横に伸びた影がヘッドライトの角度と合わない。横に立っている。そう理解した瞬間、反射的にアクセルを踏み抜いた。車は雪を巻き上げて跳ねるように前へ出る。振り返るのが怖くてミラーも見れない。ただ鼻の奥に冷気とは違う匂いだけが残った。湿った布と長く閉じ込められていた空気のような匂い。国道を抜け市街地に入ると急に周囲の明かりが増えた。コンビニの駐車場に逃げ込むように車を止め深呼吸をした。驚くほど手が震えていて、ハンドルを離れるまでに時間がかかった。ふと外を見る。街灯の下には誰もいない。舗装道路の上には足跡もない。当たり前の光景が逆に不自然に感じた。帰宅し車を降りようとしたその時だった。助手席側の窓にうっすらついた曇りに長い縦線が2本引かれているのが見えた。中から触った形ではない。外側から人差し指と中指でなぞったような跡。雪が降り続く中、そこだけ濡れたように跡が残り、ゆっくりと消えていった。それ以来、冬の夜道はひたすら嫌になった。路肩に古いコートを着て立つ人影を見たら、今回は正面を向いていない保証がない。
あの襟の奥に何が詰まっていたのかは未だに想像できない。山に囲まれた社宅の一室は暖房を消すと数分で息が白くなる。その夜も残業で遅くなり、帰り着いた時には指先の感覚がほとんどなかった。部屋に入るとまずストーブのスイッチを入れ、外した手袋を投げるように机へ置いた。だがストーブの前にはすでに誰かがいるような気配があった。別に人影があるわけではない。ただそこだけ空気が沈んでいる。温まる前の冷気の中、その一点だけが妙に濃く空洞のように感じられた。着替える前にストーブの前へ歩くと、床に置いたマットが踏んだ覚えのない形にへこんでいた。丸く誰かが正座していたような、そんな深さ。だが出かける前にそんな跡はなかった。火が入ったストーブの赤い光が壁に揺らぎを作る。その揺らぎがへこんだマットの上で一瞬だけ影を濃くした。まるでそこに何かが座っているように見えてしまい、思わず目をそらした。上着を脱いでハンガーにかける間も、背中に視線のようなものを感じた。それは窓からではない。玄関からでもない。確実にストーブの前だ。手を温めようと近づこうとして足が止まった。空気の密度がおかしい。熱が出るまでに時間のかかる古いストーブなのに、前に立つとなぜか背中側だけがじわりと熱い。まるで後ろにもう一つの熱源があるみたいだった。振り向くと部屋はいつも通り。だが何もない場所にだけ薄い湿気が漂っていた。雪から戻ったばかりのような水っぽい冷たさ。ゆっくりと視線をストーブの前へ戻した。マットのへこみはさっきより深く見えた。誰かが腰を落として前かがみになったような、そんな形。そこで気づいた。そこだけ結露がない。窓ガラスに小さく白い曇りが広がっているのに、ストーブの正面の一角だけが妙に透明だ。まるで何かがそこにいて、湿気を一つも通さないようにしているかのようだった。ストーブがボッと音を立てて火力を上げると、揺らめいた光が壁に奇妙な影を作った。影は正座をしたまま身を乗り出す人の形に見えた。瞬きをした次の瞬間には消えていたが、胸の中に残る違和感は消えなかった。床のへこみはそのままだし、空気だけがそこに腰掛けている誰かの形を保ったまま
動かない。今、家に入ってから一度もその場所だけが温まっていない。まるで先客がまだ座っているみたいに。ストーブの前に残る星座のへこみが気になりながらも、寒さが限界で仕方なく近づいた。足元の空気は冷たく、ストーブの熱の輪郭がそこだけ途切れている。まるで見えない壁のようだった。恐る恐る手を伸ばすと、指先が空中でピタリと温度を失った。そこだけ冬の外気と同じ冷たさ。張り付くような冷気が皮膚の薄い部分をゆっくりと這い上がっていく。その瞬間、ストーブのガラス面に二つの曇りが浮かんだ。自分が息をしていない位置に曇りができるはずがない。曇りはすぐに形を変え、うっすらと左右に広がる。まるでストーブの至近距離で誰かが息をしているような形。後ずさると床のへこみがきしむように沈んだ。誰もいないはずなのに、そこに重さが乗ったような音が薄い畳の裏から伝わった。ストーブが火力を落とし、部屋が再び薄暗くなる。光が弱まった瞬間、影の濃さが変わり、へこみの上に人の輪郭だけが浮かび上がった。顔は見えない。ただ背中を丸めてストーブに当たっている姿勢だけがはっきり見えた。その姿勢がゆっくりとこちらを向いたように思えた。影だけで確かに振り返る動きがあった。だが実体はない。空気なのにこちらを見ている。体が勝手に硬直する。動けないまま見ていると、影が薄く揺れ、ストーブの前にうずくまっていた何かが立ち上がるような変化があった。床のへこみがゆっくりと浮き上がっていく。そこから音もなく立ち上がる気配が伝わった。湿気が吸い上げられるように空間がへこみ、次の瞬間、ストーブの炎が一瞬だけ風もないのに揺らいだ。近づいてきている。だが足音があるわけではない。でも床のきしみだけがわずかに確実に移動してくる。目の前まで来た気がして息が止まった。ふと見たストーブのガラス面。先ほどの曇りが今度は自分の目の高さに浮かんでいた。耳元でストーブの熱を吸い込むような乾いた気配がした。温風ではない。生き物の呼吸とも違う。熱を奪うような吸い込み方。反射的に部屋の照明をつけると影は消えていた。床のへこみも跡形なく戻っている。ただ一つだけ変わったものがあった。ストーブの前の床が自分の靴底よりも大きい水の跡で
濡れていた。雪の上を歩いてきた何かがその場所に長く座っていた証拠のように。それ以来冬のストーブの前には座れなくなった。暖かいはずの火の前に近づくほどあの日の冷気がよみがえった。あれはただ暖を取っていただけなのか、それとも自分の帰りを先に待っていたのか、今となってはわからない。アパートの最上階は冬になると冷凍庫のように静まり返る。夜になると廊下の照明が自動で落ち、外気がそのまま壁を通して伝わってくる。その夜は天気予報通り急な冷え込みで、帰宅する頃には窓ガラスが白く凍りついていた。カーテンを閉めようとして手が止まった。ガラスの中央に外側からつけられたような手の跡があった。大人の手より少し小さい5本の指が霜で縁取られるように浮かんでいた。深夜2時、この階の外には非常階段しかない。そこは鍵も管理されており、誰かが勝手に登ってこれる構造ではないはずだ。指を近づけると窓越しに冷気が差すように伝わった。霜の白さの中で手形だけが少し濃く、まるで体温の跡のように見えた。誰かがついさっきまで触っていたような。気味が悪くて一歩離れた瞬間、ガラスの向こうの霜がゆっくりと溶けた。指を這わせたように手の跡が下へ少し動いた。一瞬目の錯覚だと思った。だがその溶け筋は確かになぞった指の形をしていた。まるでガラスの外側で誰かが指で線を描いているようだった。カーテンを閉めきれずその場で固まった。耳の奥で空気が吸い上げられるような冷えた音だけが響き、部屋の温度がじわりと下がっていく。電気ストーブをつけても暖かさが戻らない。部屋の空気が窓の一点に向かって引き寄せられているような落ち着かない感覚。気づいた。さっきから窓がわずかに揺れている。風ではない。揺れは一定のリズムで、まるで外側から押されては戻る動き。触られるごとに霜の白さがわずかに削れていく。息を飲んだ拍子に窓の向こうではっきりと動く影が見えた。指だ。5本の指が外側をゆっくり滑っている。内側にいる自分の指と高さが同じで、ほぼ触られる距離感。思わず後ずさると影の動きも止まった。ガラス越しに
白い指の跡だけが残った。次の瞬間、霜に覆われたガラスの中央に一本の細い亀裂が走った。小さな音が響き、氷がわずかに崩れた。外気が細く入り込み、背筋に冷たい線が走る。カーテンを閉めようと手を伸ばしたとき、ガラスの向こうからもう一つの手形がゆっくりと浮かび上がった。自分のより小さい子供の手のような、そんな形。まるでここを開けてというように押し当てられていた。子供の手形は霜を押しのけるようにじわじわ濃くなっていった。窓ガラスの外側は氷点下。そんな場所で体温を持った手がべったりと張り付くはずがない。カーテンを閉めようにも足がすくんで近づけない。部屋の空気が窓の一点に吸い寄せられるように流れ込み、その中心から冷気が漏れてくる。さっき走った小さな亀裂が音を立てて広がり始めた。氷ごと割れるような鋭い音。ガラス全体が呼吸するみたいに膨らんでは縮む。その震えに合わせて窓の向こうの指がゆっくりこちらへ向くように動いた。まるで自分の位置を探しているように。逃げようと思っても体が動かない。視線だけが窓に縫い付けられたように離れなかった。次の瞬間、ガラスの外側をなぞる指がはっきりと2本から5本に増えた。大人の手だ。子供の手形の横で別の大きな手形が重なるように浮かんでいる。どちらも霜を押しつぶすように濃く、体温の癖までわかるほど近かった。誰かと誰かが並んでいる。ガラス越しに外側の影がゆっくりとこちらを向いたように見えた。ガラスがみっしりときしむ。亀裂が中央から四方へ細く伸び、その先端で氷が小さく跳ねた。そこへコンとガラスが内側から叩かれるような音がした。外側ではない。自分の立つ位置の方だ。振り向くと誰もいないが、部屋の温度だけが急に落ちた。目を窓へ戻した瞬間、ガラスの向こうにあった小さな手形がスッと消えた。代わりにガラスの中央の亀裂が大きく外側へ押し出されて広がった。まるで何かがゆっくり外へ抜け出した後のように。外気が流れ込んできて部屋の照明がかすかに揺れた。反射的にカーテンを閉めてから部屋の隅まで後退した。しばらく息を潜めて様子を伺っても、もうガラスは揺れない。ただ一つだけおかしかった。窓の前の床に
水滴がポツポツと落ちていたんだ。外は凍りつく寒さ。結露ではない。冷え切った何かがそこを通って室内に入ったとしか思えない水の跡。真ん中で途切れ、続きはどこにも伸びていない。たった数滴だけがぽつりと残っていた。翌朝、恐る恐るカーテンを開けると、外側の霜はすべて溶け、きれいな氷の膜だけが残っていた。手形も影もどこにもない。ただ一箇所だけガラスの外側に人差し指で描いたような一本の線が残っていた。それは部屋の中を指し示すように縦へゆっくりとまっすぐ下へ伸びていた。高校の同級生3人で訪れたスキー場は夜になると客足が途絶えて真っ白な斜面だけが残った。ナイター照明に照らされた雪面は滑らかで、一滑りするごとに風が切れる音がさえ渡っていた。最初の一本を滑って戻る途中、俺の右側を黒いスキーウェアの男が音もなく追い抜いていった。リフトが止まる時間帯なのに、まだ降りてくる客がいたのかと思ったが、姿勢の低さが不自然だった。まるで雪面に吸い込まれているようで、スピードを上げても追いつけない。ロッジ前の平地に戻ると、その男はコース脇の林へ消えるように曲がっていった。立ち入り禁止のテープが貼られ、夜間は完全に封鎖されているエリアだ。あの方向に行けるはずがない。俺は仲間と合流してその話をした。すると一人が首をかしげながらこう言った。さっきリフトで見たぞ。あの黒いウェアの男だろ。片方の板だけずっと雪に刺さってた。もう一人も同じ話をしてきた。途中で転んだみたいでさ、救助のやつが呼ばれてたはずだよ。いや、俺が見たのは普通に滑ってたけど。三人で顔を見合わせた。俺が見たのは滑っている男。二人が見たのは転んだままの男。時間はほぼ同じだった。ロッジへ戻る途中、ふと気配を感じて振り向いた。ゲレンデの端、照明の届かない影に黒いウェアが立っている。顔は見えなかった。だが体の角度がおかしい。右肩が雪面に向かうほど傾き、片足だけ爪先が沈んでいた。照明がかすかに揺れ、影が長く伸びる。その影の先が林の暗がりに吸い込まれていく。俺は思わず歩みを止めた。その瞬間、黒いウェアの男が
首だけこちらへひねるように動かした。角度が不自然だった。人間の可動範囲ではありえないほどゆっくり深く。仲間が「なあ、早く行こうぜ」と声をかけた。振り返ってロッジ側へ歩き出すと、背中に冷たい風が抜けた。ただの冷気ではない。雪の斜面で感じる気配の風に近い。ふと足元を見ると、雪の上に誰かの跡があった。仲間3人のスキー跡とは別に、一本だけ浅いラインが斜めに伸びている。一本の線、片方の板だけで滑ったような不安定な跡。立ち入り禁止の林の暗がりへ向かって、あれは本当に滑っていたのか。そんな疑問だけが胸の奥で凍りついたままだった。ロッジに戻ると、人影はまばらで、スタッフが片付けを始めていた。暖炉の火が揺れ、外とは別世界のように暖かかった。だが、さっき見た黒いウェアの角度が頭から離れなくて、視界に落ち着きが戻らなかった。仲間が飲み物を買いに行き、俺だけ入り口近くの席に座った。外のゲレンデが見える位置。雪はしんしんと降り続き、斜面のラインはすべて埋まり始めている。その白い斜面に一本だけ埋まらない跡があった。さっき見た片側だけの浅いライン。雪が積もっているのに、そこだけ新しい果汁が乗っているように沈んでいる。ふと耳を澄ますと、降雪の静けさに紛れて、板が雪をする音が聞こえた。リフトは停止している。照明も落ちかけている。滑走音が響く時間ではない。音は徐々に近づいてくる。一定ではなく、片足だけを引きずるように、リズムの狂った滑り方。ロッジのガラス越しに視界がかすかに揺れた。照明の残光の中、斜面の端を黒い影がゆっくり降りてくる。姿勢が低い。体が右側に大きく傾き、板が雪にめり込んだまま。速度は遅いのに、進む方向だけがまっすぐこちらへ向いている。ロッジの部屋下まで来たところで、影がスッと止まった。ガラスまで距離はある。だが、向こうの暗がりからこちらを見ているのがはっきり分かった。ガラスには照明の反射だけが映り、姿ははっきりしない。ただ、黒いウェアの肩の角度と倒れ込むような前傾姿勢だけが光の境目に浮かび上がる。その瞬間、ガラス面に薄い曇りが広がった。外は
氷点下のはずだ。ガラスの外側に曇りがつくには暖かい息が必要だ。仲間が戻ってくるのと同時に、外の黒い影はスッと視界の下へ消えた。まるで斜面に吸い込まれるように。外に出て確かめる気にはなれなかった。だが気になってロッジ裏の非常口からそっと覗いた。照明の落ちたゲレンデに片方だけ深く沈むスキー跡が続いている。その先は立ち入り禁止の林の中へと。新雪が積もっているのに、その跡だけがあまりにも鮮明だった。俺は翌朝スタッフに話をすると、昨夜遭難者の捜索をしていたと知らされた。転倒して板を折り、片足を痛めたスキー客が林の方へはぐれたという。見つかったんですかと俺がそう尋ねると、スタッフは首を振った。いえ、まだ見つかっておりません。痕跡も足跡も途中で全部途切れているんですよ。そしてこう続けた。ただ一つだけ斜面の入り口に片方の板の跡が残っておりました。まるでまだ滑っているみたいに新しい状態で。俺は胸が冷えた。昨夜見た跡と同じだ。あれは林に消えたはずの跡。帰る前、ゲレンデをもう一度見た。夜よりも明るいのに、そこだけ影のように冷たく沈んでいる。まるでまだ誰かが滑り降りてきている途中みたいに。